皆さん、ワークアウトお疲れ様です。スマートワークアウトのヨッシーです。本日はインクラインカールについて完全解説していきます。山のような力こぶを作る上腕二頭筋のトレーニングとして、インクラインカールを取り入れている人は多いと思います。しかし、トレーニング効果を最大化するためには、筋肉の特性やトレーニング種目のメカニズムを理解して、トレーニングのコツをつかむことが大切になります。しかし、そのことを知らずに損をしている人も多いです。そこで今回は、上腕二頭筋の機能と働き、インクラインカールのメカニズム、インクラインカールのフォーム、よくあるエラー動作、効果的なセットの組み方、年間トレーニング計画の立て方、以上6点についてできるだけわかりやすく解説していきます。このチャンネルでご紹介したダンベルカール、ハンマーカール、リバースカールの動画と合わせてぜひ最後までご視聴ください。インクラインカールをやったことのない初心者の方はもちろん、すでに行っているという中上級者の方も今一度立ち止まっていただけたら嬉しいです。それでは行きましょう。まずはじめに上腕二頭筋の構造と働きについて見ていきます。上腕二頭筋は肩関節と肘関節にまたがり、肘を曲げ、開外する働きがあります。開外とはこのように前腕を回旋させる働きです。親指が外側に向くのを開外、親指が内側に向くのを開内と言います。ですので、開外した状態で肘を曲げることによって上腕二頭筋が最大限に活性が高まります。続いて、インクラインカールのメカニズムについて説明していきます。まずは筋収縮の種類について説明します。肘が曲がるときは上腕二頭筋が短くなるので、これを急伸性あるいは短縮性収縮と呼び、肘が伸びるときは上腕二頭筋が長くなりますので、これを遠心性あるいは伸長性収縮と呼びます。そして伸長性収縮によるトレーニングで筋肥大効果が強いことが知られており、特に最大にストレッチされたポジションで負荷がかかることにより、効果がさらに増大する可能性が高くなります。このことを踏まえて、インクラインカールのメリットについて解説します。立位のカールと比較して、肩関節が伸展するので、上腕二頭筋にストレッチ刺激が加わります。これにより筋肥大効果が期待されます。ただし、筋肉が伸びれば伸びるほど良いというわけではありません。肩関節伸展の参考可動域は50度となっていますので、肩関節伸展が50度を超えてしまうと、怪我をする危険性も高まります。もしベンチの角度を30度に設定した場合、肩関節の伸展角度は60度になってしまい、正常可動域を超えてしまい危険です。したがってベンチの角度は45度以上にしましょう。続いて、インクラインカールのフォームについて解説します。まず開始姿勢は、インクラインベンチを45度に設定します。インクラインベンチに座り、胸を張り、両腕を垂直に下ろします。手のひらを前方に向けます。上げる動作は、肘の位置を固定したまま、肘をゆっくりと曲げていきます。肘を十分に曲げきるところまで上げます。下ろす動作は、上げた時と同じ軌道を通り肘を伸ばします。ただし、肘は伸ばしきらないように注意しましょう。続いて、インクラインスピネイトカールです。開始姿勢は通常のインクラインカールの姿勢をとり、手のひらを内側に向けます。上げる動作は、肘の位置を固定したまま、前腕を開外しながら肘をゆっくりと曲げていきます。下ろす動作は、上げた時と同じ軌道を通り肘を伸ばしていきます。これは肘の屈曲と前腕の開外の複合動作で上腕二頭筋の活動を最大にするエクササイズです。もしよろしければ取り入れてみてください。続いてエラー動作です。ベンチの角度を30度以下に下ろす。繰り返しになりますが、肩関節の正常可動域50度を超えてしまい、怪我をする危険性が増加します。上げる動作で肘を前に出す。
水平距離が短くなり、負荷が減少します。なぜ肘を前に出してはいけないのかについて解説します。通常、筋肉への刺激の大きさは、運動する関節と重りの水平距離と比例します。したがってアームカールの場合、水平距離が最大となる肘を90度屈曲したあたりが筋肉への刺激が最大となります。逆に前腕が垂直になったところでは、水平距離がゼロとなるため、筋肉への刺激もほぼゼロになります。このような理由から、インクラインカールを行う際には、上げる動作で肘を前に出さないように注意しましょう。可動域が狭い、十分に下ろさない、ストレッチポジションでの負荷がなくなり、インクラインにする意味がなくなってしまいます。反動で振り回すように上げる、上腕二頭筋への負荷が減少します。同時に下ろした時に肘を伸ばしきってしまう、休憩になってしまい、筋緊張時間が減少し、筋肥大効果が減少します。ただし、レストポーズ法を行うときは、その限りではありません。続いて、効果的なセットの組み方について説明していきます。まずはステップ1。重さ 20rm。1セットあたりの回数15回。セット数3から5セット。週間頻度2から3日。実施期間1から2ヶ月とします。ステップ2。重さ15から 20rm。1セットあたりの回数15から20回。セット数3から5セット。週間頻度2から3日。実施期間2から4ヶ月とします。ステップ3。重さ10から 15rm。1セットあたりの回数10から15回。セット数3から5セット。週間頻度2から3日。実施期間は2から4ヶ月とします。ベンチプレスのような多関節種目と違い、アームカールのような小さい筋肉を狙う単関節種目では、高重量で反復回数が10回を下回るようなトレーニングを行うと、可動域が狭くなったり、反動を使ってしまい、筋肉の成長が最大化しないばかりではなく、腱などを痛めてしまう危険性も高まります。特に小中級者の方はこのことをしっかりと理解しておいてください。年間トレーニング計画は、まずはじめにステップ1を1ヶ月、ステップ2を3ヶ月、ステップ3を2ヶ月継続したら、ステップ2に戻って3ヶ月行います。これはあくまでも例であり、それぞれのステップの期間はご自身で判断していただいて大丈夫です。判断の目安は、筋力の成長が停滞し始めた時期が良いでしょう。上級者になれば、もっともっとたくさんのバリエーションが考えられます。筋肉の成長を楽しみながらトレーニングを頑張りましょう。この動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価をぜひお願いします。また、この動画についてのご意見、ご質問などはコメント欄にいただけると嬉しいです。公式 LINE や Instagram、X のリンクも概要欄に載せておきますので、メッセージ、DM などでお気軽にお問い合わせください。番組に対するリクエストも受け付けていますので、やってほしい内容などがありましたらぜひ教えてください。それではまたお会いしましょう。